当時ロンドンで95年の時にもうクラブで遊び明かした後に VHS をみんなで見てたとか、世のクリエイターに最も影響を与えたこれを描いたことによってサイバーパンクって何かっていうような描き込みがやばいんですよね。自分自身が笑う男になれる鏡だったりとか、空山さんなりに解釈した元子ですね。元子にヒールを履かせたい。アナログギグ、つまり、レコードを掘るみたいな感じのことをやりながら持ち帰れたらめちゃくちゃ面白いんじゃないかっていうところから企画が始まっている場所でございます。これ、95年のキービジュアル立ちコマ自己紹介をしてくれる。僕は公安休暇に配属されている高度な AI を搭載した指向戦車。例えば原作の2巻とかって担当編集も未だにまだよくわからないっていうのが正直な答えでして難しすぎるんですよね。それぞれの監督による解釈があるからこそ多層なこの高架機動隊シリーズっていうものができてるのかなっていうふうに思います。笹大地と申します。高架機動隊展ゴースト&ザ・シェルの、制作幹事およびですね、高架機動隊シリーズの講談社のプロデューサーでございます。本イベントはですね、高架機動隊が昨年30周年を迎えたんですけれども、それを祝したですね高架機動隊シリーズすべてのシリーズの、中間成果物1600点以上を並べてですね、かつですねさまざまにアーティストコラボだったりとか、あと他では体験できない映像体験没入体験だったりとかが、実感できる、展覧会になっております。それではこの後ギャラリー A をご案内させていただければと思います。ギャラリー A の方に到着しました。ここはですね、高架機動隊シリーズを見ていただいた方は、よくご存知なんですけど、電脳って言われる空間があるんですけれども、ある意味そこにですねまさに自分自身が入り込めるっていうような場所でございます。電脳っていうのはですね高架機動隊シリーズの中で描かれた擬態化された、あとは反擬態化みたいな方々もいるんですけれどもされたですね人たちが電脳空間っていうそこでコミュニケーションを取ったりとかですねするような場所でございます。この線はですね、寺山さんという造形作家さんに作っていただいたですね高架機動隊シリーズの中では、よく出てくる有線接続っていうものを模したような、この展覧会を象徴する一つのオブジェクトでございます。有線接続はですね、めちゃくちゃ大事なテーマでございまして、原作のですね四郎正宗先生が電脳ってある意味テレパシーみたいなもので人と人がテレパシーで通じ合うみたいなことをデジタル化した世界なんですけど、じゃあそれをどうやって漫画に落とし込もうってなった時にプラグみたいなものを作らないと読者に伝わんないっていうのがあったんですよね。なので、そのタイミングで描かれたのが、有線接続になります。こちらですね、検索システムですね。キーワードだったりとかキャラクターだったりとかを、自らの手で絞っていって好きなシーンだったりとかを、そこで選択すると該当のシーンだったりとかに関する全ての情報が画面の中に映し出されて、かつですねそちらにある大型ビジョンの方に全て投影されるというような仕掛けになっております。全てのアニメシリーズの映像データおよびですね情報があそこの中に集約されています。ではギャラリー B の方にご案内したいと思います。これ全てのアニメシリーズのキービジュアルを並べております。で一番奥にあるのがですね全ての映画監督がですね、今回高架機動隊に関して、その当時手掛けられた、時のインタビューだったりとかを取り下ろしをしていてですね、ここの展覧会だけでしか見られない貴重なインタビューになってます。新作アニメのみギャラリー B の方でもう一つあるんですけど、それ以外の全てのアニメシリーズのキービジュアルになります。95年、これがオリジナルの押井守監督によるものなんですけど、イノセンスがもうこれ押井守さんのものによるものですけども、高架機動隊スタンダードに、もう2000年代入ってくるっていう感じで、1989年にヤングマガジン海賊版というところで四郎正宗先生がですね原作本を発表しました。でその後、6年後ですよね、押井守監督によってアニメシリーズ1995年の、エポックメイキングの「ゴースト・イン・ザ・シェル」が発表されて、脈々とですね、今テレビアニメシリーズっていうのは続
続いていて、最後、2045のアニメでネットフリックス独占の2045とで、今回7月から放映開始しますですね、高架機動隊ザ・ゴーサイズ・シェルサイエンスサルさんというダンダンダンとかを手掛けられたアニメスタジオさんなんですけど、また新たにそれが発表されるっていうようなものでございます。ギャラリー B に到着しました。こちら一応テーマとしては DIG というふうに呼んでおりまして、過去30年のですねアニメシリーズ全ての中間成果物、それはアニメにおける原画だったりとかコンテだったりとか脚本だったりとか、全てを1600点ここに並べさせていただきました。これもともとプロダクション IG さんにアニメ制作会社さんなんですけれども、そこの倉庫に行った時にですね、もうちゃんと保管されたですね中間成果物を、見つけました。それは高架機動隊30周年にあたってですね、プロダクション IG さんとの会話の中で日本が世界に誇るサイバーパンク SF 作品としてはやるべきだっていうことになりまして、こういうふうな展示になっているという感じでございます。導入部分なんですけど、これアニメーションの制作の流れを全てご覧いただいた上でこの展示を楽しんだ方がより原画だったり中間成果物ってどういうものなのかっていうのが分かりやすいようにちょっと作らせていただいた場所ですね。企画から脚本から設定だったりとか原画仕上げ撮影編集とか、その全ての流れが一応ここで分かるような感じですね。設定類ですね、アニメにおいてはキャラクターデザインだったりとかって言われるんですけど、やっぱ漫画原作のものを一回ですねアニメーションにしようと思った時ってとんでもなく大量の方々がいろんな作業をしているんですよね。そういった時にこれに沿って、キャラクターだったりを描きましょうっていうのを指示出す上ではですね、ここの、設定っていうものが全てのある意味ルールブックになるっていうような場所でございます。はい、草薙素子ですよね。高架機動隊においては主人公といっても過言ではないキャラクターでございます。皆さん公安休暇のメンバーなんですよね。公安休暇の、メンバーがですね結成した高架機動隊という組織の中で事件だったりとかを解決していくっていうのが、そこにさらに電脳世界だったりとか、サイバーパンクと言われるような、世界観だったりとかを盛り込んだ情報型のアニメ作品ですね。今回ゴースト&ザ・シェルって名前を付けてるのはちょっと意味がありまして、それぞれのアニメ監督およびそれを手掛けたプロダクション IG さんがですねどのように原作の四郎正宗先生の高架機動隊を解釈してアニメ化したかって、それぞれやっぱ監督によって高架機動隊の捉え方って少し違うんですよね。なのでこういった、ゴースト&ザ・シェルっていう名前にして、かつ、それぞれのシリーズにで、分けて、展示させていただいているという感じになります。全身擬態でございます、元子は。はい、アライズの方でも少し描かれてはいるんですけれども、原作って1巻 1.5 巻2巻って3巻しかないんですけど、その2のラストの方で病気か何かで一応擬態化されたっていうことは軽く描かれてるんですが、その他にはそこまでもアライズで少し描かれてるぐらいですかね。はい、これなんて例えば、さっきも説明しましたように今優先接続ダイブするとこもそうですし、30年以上の前の作品ですけれども、世界のクリエイターにですねとんでもなく影響を与えていて、今サイバーパンクって言われるような元で、全部この高架機動隊で描かれているものがそのまま転用されているというか、ある意味インスパイアを与えているっていうようなものでございます。はい、ゴースト&ザ・シェルってめちゃくちゃ面白いタイトルで、北米でですね VHS で、発売された時にめちゃくちゃ火がついて、 VHS としては、最も売れた映画作品なんですよね。でその火がついたものが日本に、来て、さらにアニメ作品として当時盛り上がったっていう感じですね。はい、草薙素子がどのアニメシリーズでも描かれてますけれども、ビル群だったりとかからダイブするシーンですね。高架機動隊といえば素子が落ちるっていうのが、よくわかる、原画になってます。はい、今多分サイバーパンクって言われる作品でいうと、この世界観なんですよね。まさにその95年の高架機動隊が、これを描いたことによって世のクリエイターに最も影響を与えたこれを描いたことによって、サイバーパンクって何かっていうような象徴するような絵柄なのかなと思ってます。この間アンリア・レイジさんがですねパリコレで発表された際にもですね、ここにですね例えば高額明細を模した、ドレスを着たモデルさんたちがですね登場して、その時にも非常にめちゃくちゃインパクト
強いものが出来上がったかなと思っているぐらい、そういったパリコレとかにも採用されているような場面車というか背景や絵でございます。はい、例えばね、あそことかが分かりやすいんですけど、もうこれパッと見ただけで描き込みがやばいんですよね。いろんなアニメーターさんが見ると、ショックを受けるぐらいすごいっていう、こんな作ができるアニメーションって今あるんだろうかっていうぐらいとんでもない描き込みがありますので、ぜひ見てください。これ1カットですからね。これをさらにもう1個描いてこう動かしてるんで、今こんなに労力かけれないと思います。まずテーマ設定がサイバーパンクって言われるものとか SF だったりとかを、日本を代表するコンテンツでございますし、ロゴ一つとってもめちゃくちゃな造形美を出してますし、ウィアードコアさんっていうとAFX ツインとかのPV を手掛けられてる方がいますけれども、だったりとか、当時ロンドンで95年の時にもうクラブで遊び明かした後にこの95年の VHS をみんなで見てたとか、やっぱなんかクリエイターにとってこの情報過多な作品だったりとかが影響を与え続けてきたっていうのは、そういうところにもあるのかなとは思ってますという感じですね。はい、神山監督による高架機動隊スタンドアローンコンプレックスでございます。自分自身が笑い男になれる鏡だったりとかめちゃくちゃバズってますけれども、それ以外にももちろんその笑い男の原画だったりとかがあります。ぜひ当時、神山監督がどなたかのパソコンに AFX ツインのですねシールが貼ってあって、でそれを見てこのデザインめちゃくちゃすごいじゃないかっていうことでですね、そのデザイナー誰なんだってなった時に、ポール・ニコルソンという、今めちゃくちゃ著名な、デザイナーさんなんですけれども、その方が、手掛けられたことでもよく知られてます。僕らもまだ読み解けてないっていうのがぶっちゃけたところでございまして、例えば原作の2巻とかってアニメのプロデューサーとしての私自身も、もしくは制作委員会の方々とかも、なんだったら担当編集もいまだにまだよくわからないっていうのが正直な答えでして、難しすぎるんですよね。1巻 1.5 巻だったりとかは非常に分かりやすいというか、それでもめちゃくちゃな情報欄です。漫画の、欄の外にですねさらに説明があったりとかして、1巻読むのにどんだけ時間使うんだよみたいな内容なんですよね。監督の趣向だったりとか、その意思を持ってそれぞれの、アニメ、監督による解釈があるからこそ、多層なこの高架機動隊シリーズっていうものができてるのかなっていうふうに思います。これ空山はじめさんによるですね、セクシーロボットのゴースト・イン・ザ・シェル、になります。見ていただけると分かるんですけど、めちゃくちゃな造形美なんで、もう見るもの圧倒させるんですよね。なんとなく空山さんの作品って高架機動隊と通じるものがあるなって勝手ながらに思ってたんですよ。その旨をですね、南塚さん、空山さんだったりとかの作品を扱うアートギャラリーさんですけれどもにお声掛けしたところ、ぜひと、南塚さん的にもですねやりたかった。ただ空山さん自身は高架機動隊についてどう思ってるのかっていうのは南塚さん自身もまだ分かんないところだったと聞いてるんですけれども、実際そのですね、お話をあげたら実は交流があったっていうことが分かりました。もうかねてから文通相手だったということが分かってですね、もう1年の間にトン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 というふうにコラボが決まってたっていうような内容になります。はい、空山さんなりに解釈した男ですね。例えばこれ有線接続めちゃくちゃされてるんですけど、実際にですね空山さん自身がここに来て自分でこうやって一個一個こうつけてったっていうようなものになりますね。ちょっと空山さんの言葉を借りてしまって恐縮なんですけれども、セクシーロボットっていうものを作るにあたってはやっぱりその元子にヒールを履かせたいというふうに思ったと聞きを読んでます。ここはですねディグ大会、アナログディグって言われている場所でございまして、複製原画が入ったカット袋と言われるアニメ制作において原画資料だったりとかって全てカット袋の中で保管されてるんですけれども、それを模したものがありまして、高架機動隊のメンバーが作ったメンバーがみんな音楽好きなんですよね。でアナログディグ、つまり、レコードを掘るみたいな感じのことをやりながら、じゃあそれを実際に確認して持ち帰れたらめちゃくちゃ面白いんじゃないかっていうところから企画が始まっている場所でございます。こういってこれ全てにそれぞれの原画だったりとかが入っていてですね、実際これめちゃくちゃ人気コンテンツなんで、結構皆さん長時間これやられたりする、これイノセンスですね。でここで実際に原画だったりとかこうやっていいカット出てきましたね。
はい、でこうやって確認してですね、こうやって実際にこれをお買い求めいただけるというようなものになってます。いやー、これも元子ですよね。多分みんな元子って言うんじゃないですか。あとはあそこにいる立ちこまが大好きな人とかもめちゃくちゃいますけど元子なくして多分高架機動隊って成り立たないので、少佐はマストかなっていう感じですね。はい、ではギャラリー C に向かいたいと思います。150種以上のアイテムを揃えていてですね、 T シャツだけでこれ何種類あるんだっていうぐらいあってですね、この展覧会でしか手に入らないものなんですよね。例えばこれとか、よいしょ、展覧会を象徴するものだと思ってるんですけど、アニメのシリーズを横断したビジュアルって本来的にはちょっとご法度な部分があってですね、ここにも著作権表記めちゃくちゃ書いてあるんですけど、それの全ての久遠休暇のキャラクター、主要なキャラクターだったりとか、笑い男もいますけどもがこうやって一度こうギュッと詰まったものって多分アニメシリーズとして初めて出すんじゃないかなと思ってます。これ、95年のキービジュアルで、今まで黒い T シャツってその国内海外問わずいろいろ出してるんですよね。白って今まで一回も出てないはずなんですよ。それをあえて白にして、展覧会のオリジナル商品で出したっていう感じになります。はい、草薙素子の等身大のフィギュアですね。 SAC シリーズの時の素子等身大化したものになります。値段的にはなかなか高価な132万円するんですけども、実際お買い上げいただいている方々もいるっていうことだけはちょっとお伝えいただきます。はい、これはもうテクノ屏風、もうそのままですね。95年のメインビジュアルだったりとかをですね模した屏風でございまして、実際この AR 拡張体験だったりとかくっついていてですね、スマホ上でも楽しめるようなものになってます。これ押井守監督による複製のサインが入った当時の脚本、これも初めて発売してるんでめちゃくちゃ貴重ですね。図録もすごいですよ。この図録値段は7700円と、正直ね図録としては高いと思うんですけど、立つぐらい分厚いんですよね。なんかもうみんなこれスタンドアローンコンプレックスって言ってるんですけど、スタンドアローンをしてるっていうね、これ多分もう二度と手に入らないと思うんで最高です。この辺とかだと今まではちょっといろいろな事情があって T シャツだったりとかその商品化できなかったんですけど、当時97年のプレイステーション1で発売される伝説的なゲームがあるんですけども、そこのビジュアルだったりとかを模したものになります。この展覧会で初めて発売されているっていう感じですね。ここはね川村康介さんによるまさにもうめちゃ象徴的な黒い T シャツをですね彼に解釈していただいた形で、作った T シャツです。あとこっちですね、ギークスルールさん一緒にやったやつなんですけど、海外のブート T シャツでは実はここの場面っていっぱい出てたんですけど、公式で出すのは今回は初めてでございます。なんで逆に公式から出したやぞって言いたいっていう感じですね。でこれはめちゃくちゃ人気のイラストレーターの、米山舞さんによる書き下ろしのビジュアルをですね、彼女のサインも入れて出してる草薙素子を描いていただいたんですけれども、発表した時とんでもないバズり方をしましたね。これ今日私も着てるんですけれども、実はこれ「Bring Me the Horizon」っていうバンドでサマーソニックのオートリを飾ったんですけれども、そこのクリエイティブディレクターのハリーっていうめちゃくちゃいいやつがいるんですけど、その人が実はやっているブランドでございます。実はここを後ろめくるとですね、バンド T シャツみたいにそれぞれの SAC シリーズのエピソードが、放映された日だったりとかが、ツアーみたいな感じで描かれていて、これ音楽好きでかつ広角好きだったとしたらもうとんでもなく嬉しい商品だなと、僕も自分自身で買っちゃったっていう感じですね。これハトラさんの、ものでございます。このラグマットもう一つあったんですが、もう速乾しましたね。ワコマリアさん高架機動隊としてはこのコラボを始めた時からこのストリートファッションカルチャーシーンと非常に親和性が高くなっていったなというふうに思ってるんですけれども、今日発売なんですよね。3年ぐらい前に、発売してですねもう速乾だったんですよ。8秒とかで売れちゃったんですけれども、それが高架機動隊の別注バージョンですね。それでは笹に代わりまして、電脳ビジョンの統合プロデューサーを行っています、砂原から説明をさせていただきたいと思います。電脳ビジョンはですね AR グラスを使って、この、原画が今回1600枚以上
あるんですけれども、その膨大な原画の中から厳選された21シーンについて立ちコマが AR グラス越しに解説をしてくれる、そういうデジタルコンテンツになっています。広角機動隊の中でスタンダーロンコンプレックスシリーズに登場する青いロボットみたいなものなんですけども、設定では多脚式の指向戦車、基本的には戦車なんですけども、非常に可愛らしいキャラクターとして広角機動隊の SAC シリーズの中に登場するキャラクターです。先ほどの電脳ビジョンに加えて立ちコマ AI というコンテンツもやってまして、それはちょうどあそこに見えるですね、青いあれが立ちコマなんですけども、広角機動隊の中でも、2045 SAC2045 というシリーズがあって、その中に出てくる立ちコマの1分の1のモデルになります。それと、会話ができる、生成 AI を使って会話ができるのが立ちコマ AI というコンテンツで、声は立ちコマの声優である玉川咲子さんの声を音声合成して会話ができる、そういう仕組みになっています。でここに赤いのもあって、これはロジコマという名前のもう一つのモデルになるんですけど、これは広角機動隊のアライズというシリーズに出てくるそのキャラクターになっています。どうぞ。これですね、これのマイクに対して話しかけると立ちコマが答えてくれるんですけど、ちょっと答えてやってみましょうか。立ちコマ、自己紹介をしてくれる？僕の自己紹介だね。僕は公安休暇に配属されている高度な AI を搭載した指向戦車立ちコマだよ。好奇心旺盛で哲学的なことを考えるのが大好きなんだ。みんなとのおしゃべりも大好きだよ。という感じでいろんな会話ができます。でこれネットにつながって会話をしているので、どんなことを聞いても、例えば今日の天気予報にしてもちゃんと回答してくれます。本当の立ちコマみたいというふうに喜んでいただけていて、これ欲しいとか持って帰りたいとかっていう形で、かなり実際の、皆さんが想像している立ちコマらしい振る舞いをしているので、とても評判が良い、喜んでいただいているかなと思います。そもそも、ゴーストがテーマになったりしてるんですけども、AI にゴーストは宿るのかみたいな哲学的な問いに対してさまざまな形で、物語の中で語られていくような、そういった非常に気になるキャラクターかなと思います。一番最後はここで草薙元子少佐がダイブするという体験ができるんですけども、ここで電脳ビジョンをかけて、で夜ここカーテンが開くんです。そうすると東京タワーが見えたりとか、非常に綺麗な夜景のところで SAC の2045のシーズン2のラストシーンを AR グラス越しに体験できるというようなコンテンツがここに用意されてまして、カーテンが開くとここにこんな感じです。この風景が見えます。東京タワーが左に見えて、そこで少佐が2045の全く同じシーンで、ダイブしていく、ネットの海にダイブするということを AR グラスで再現しているっていうのがこれのコンテンツになっています。なので電脳ビジョンのクライマックスはここです。おすすめの作品としては一番最初見てほしいのは SAC シリーズかなと思います。立ちコマっていうすごい可愛らしいキャラクターだったりとかですね、エピソードだったりとかも神山監督によってですね、非常に皆様に伝わりやすい面白い作品になっていますので、そこから入っていただくのが一番いいかなと思います。広角機動隊としてはですね、常に目指しているのが、世界で一番のクリエイティブ IP である、アニメ作品においてっていうのを目指してます。今後もですね、そういったことをですね、念頭に置きながらですね、さまざまなコラボレーション、あと新作アニメ、あとイベント、音楽イベント、音楽フェス、みたいなものをどんどんですね拡張していきたいなと思ってます。本日は皆様ご覧いただきましてありがとうございました。